皆さんこんにちは。はい、皆さん、いつもと何か違います。わかりますか？帽子ではないです。はい、なんと僕 YouTube8 年目。8年越しにメガネを変えました。パチパチパチ。どうですか？この新しいメガネ。結構良くないですか？なんかね、ネットでね、自分の顔の形に合うメガネを調べてたら、僕ね、一番ね、僕のこの面長の形に合わないメガネをつけてたんですよ。前のメガネがこれ。まあね、8年間みんな見てるから、これが一番しっくりくるかもしんないけど、どう？この新しいやつ。これ僕結構似合ってるんじゃないですかね。一旦今日はこれでいきますね。なんか気持ち悪かったら戻すけど、これをなるべくみんなに慣れさせます。なんと皆さん、重大発表があります。この度、アベマさんで僕の冠番組が開始されます。パチ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 。その名も、マスメディアがまともな報道をしないので、この傾いた社会をフラットにするためにかなり攻めた世界の陰謀論を知識人と語り合う番組になっています。真実は誰にもわからないけど、その真実をね、様々な角度から分析してみたら、その真実の断片が見えるかもしれない。今日の動画の最後にその一部を共有しますね。そもそもこの番組が実現できたこと自体が奇跡で、このね、コンプラだらけの世界で攻めたコンテンツってなかなか難しいんですよ。なので皆さんが見てくれれば見てくれるほどこういった番組をね作って、この美しくも腐敗した社会でメスを入れることができるので、ぜひ皆さんついてきてください。チェックしてみてください。フルバージョンはアベマで見れます。奇跡のリンゴの木村明則さんが宇宙船で石板の枚数を数えたら、それが地球の終末の年だったと宇宙人に述べられたっていう話あるじゃないですか。それが2032枚だったと言われてますよね。なので2032年、面白い展開になってきました。去年12月27日、チリの天文台によって小惑星が発見されました。直径40から90メートル。なんとこの小惑星、計算してみると2032年12月22日に地球に衝突する確率があると発表されたんです。 2024YR4。 発見当初の確率は 1.2% でした。 1% これ超えるだけでも結構すごいんですよ。そこで一気に注目が集まって、ただなんと1週間後には確率が 2.2% に上昇。まあでも言うて低いよね。45分の1って聞いたらなんか高いような感じもするけど、するとその数日後に NASA が確率が 3.1% に上がりました。いや、短期間で上がりすぎなんだよね。この確率は観測史上最高です。わかるよみんな。不謹慎なんだけど、なぜか人間ってこの週末を聞かされるとどこかワクワクしちゃう性質がありますよね。こちらの隕石、このような軌道で回ってるんですけど、地球に当たっちゃった、人類地球滅亡みたいな感じなんだけど、隕石やばい度が1から10までありまして、今回の隕石は今3です。はい、都市が消滅級ってことですね。最悪1億人が被害に遭うって感じです。衝突可能性のある場所は東太平洋、南米北部、大西洋、アフリカ、アラビア海、南アジア。今のところ日本はセーフです。NASA に軌道ずらしてもらうしかないっすよね。ってビクビクしてたら2月21日の報道で 0.28% まで落ちました。んだよ。都市伝説あるあるなんだよね、本当に。なぜかワクワクして、みんなどこか週末期待してるんですかっていう。今後も目が離せませんね。暴露祭りの始まりです。風の時代って言ってインターネット情報社会になるって言ったじゃないですか。まさにその現象が今起きてますよね。嘘がつけない社会が訪れました。皆さんこれしれーっと過ごしてますけど、本当に大変革です。USAID の印象操作、中井さんやらフジテレビ問題、上納システム。けどこの流れは別に今に始まったわけではなく、分かりやすい出来事を過剰書きすると、2020年コロナパンデミック、政府の対応、そもそも何この出来事。イーロンがツイッターを買収し、ツイッターで行われていた裏での事情を暴露したことによるツイッターファイル。政府が特定の投稿を削除しろという申請をね、大量にツイッター側に出しまくっていたことを暴露して、2021年1月から6月の投稿で4万件以上が削除要請されていたんですけど、なんとそのうちの4割が日本政府からだったんです。はい、不名誉な最多申請。マスメディアだけでなく GAFAM も印象操作が行われていたことが発覚。もうそうなったら個人のブログとか、もうこの個人間でのね、オフラインでの会話とかでしかその有益な情報が得られなくなっちゃったよね。しかしイーロンがツイッターを買収したことにより言論の自由が許され、嘘もあるけど真実もネットに転がるようになった。はい、マスメディアではその真実がほぼない、嘘しかないみたいな状況なので、まだそれだったら諸刃の剣かもしれないけど、ネットの方が有意義ですよね。斉藤知事のネット vs マスメディアの構造、松本人志さん、中井さんの報道、フジテレビの上納システム、次々とピラミッドが崩壊していく現象。この上納問題本当に不思議で、この人間社会から切っても切り離せない関係性ですよね。なぜかというと、人間のこの三大欲求だからかもしれないけど、大昔から今までも、そしてこれからもこういったことが行われているんです。それはもちろん個人間やこういった企業内だけでなく、国王や秘密結社、エリートの間でもこれは大昔から行われています。その世界的エリート層の上納システムを暴露して亡くなったかもしれない有名監督がいるの皆さんご存知ですかね。スタンリー・キューブリック。2001年宇宙の旅、
ジ、時計仕掛けのオレンジ、シャイニングなどで有名な映画監督。そのね、キューブリックの最後の作品となったのが Eyes Wide Shut。なんで最後になったかというと、キューブリックは本作の試写会4日後に心臓発作で急死することになるんです。彼はね、この作品にある真実を伝えたくて、そしてね、その真実が改変されてしまって世に公開されたんじゃないかっていう都市伝説があるんです。そして彼が語りたかったかもしれない真実っていうのがこの上納システムに通じるエリートたちによる児童のバイバイ。この説は最近ロジャー・エイバリーという映画監督がジョー・ローゲン・ポッドキャストに出演した際に唱えたことで注目が集まったんですけど、エイバリーによるとアイズ・ワイド・シャットの脚本からは重要な要素が削られている。これはキューブリックの死後に行われた映画への改編だった。ある一説によると映画の全体のナレーション部分が削除され、合計24分ほどの削除されたシーンがあるとか。またイギリスで映画の試写会が行われた際にキューブリックが映画の関係者に対して俺の映画だ、勝手に編集するなと怒鳴り声が聞こえたっていう証言があって、キューブリックはその4日後に亡くなったんです。その試写会に唯一参加してたワーナーブラザーズの重役2人はアイズ・ワイド・シャットの公開日の前日の1999年7月15日になぜかワーナーを退職していたというタイミング的にもね、不可解な点もあるんですね。ではそのキューブリックが本当に伝えたかったことはどういったことなのか。もうアイズ・ワイド・シャットは有名な映画なので見たことある人もいると思いますけども、まずそのビジュアルからしてすごいですよね。アイズ・ワイド・シャットはトム・クルーズ演じるビルとニコール・キッドマンが演じるアリス夫婦の話なんですけど、ビルは妻が妄想してた架空の浮気に嫉妬心を覚えたことがきっかけで秘密結社の仮面武道会に潜入することになるんですね。まあわからんでもないよ。その妄想癖ネトラレ文化すげえ人気って聞くじゃん。その AV のランキングでもトップっていうか絶対に動かないのがこのネトラレ文化らしいですね。なんすか人間って不思議な生き物。そこから謎めいた事件に巻き込まれていくっていう話なんですけど、その仮面武道会の秘密結社のシーン、ここがね本当に過激っていうかすごい映像なんですよ。まあ見たことはある人はわかると思うけど、具体的にはそれ YouTube にはもちろん公開できないんですけど、まあなんとなくどういったシーンなのかというと、もうこちらの映像をご覧ください。トム・クルーズはこのように謎の儀式をしているカルト宗教の中にどんどん入っていくんですね。こういったね、いかにもマウントにマスクのね秘密結社たちなんですけど、そこで行われているのがランコパーティーなんです。はい。映画ではそのエリートたちの未知の世界、性サービスが繰り広げられている世界を表しているんです。それだけならよくある設定じゃないですか。ただ何がやばいって、映画の最後のシーンでビルとアリスが娘と共にクリスマスの買い物へ出かけるシーンがあるんですけど、ここで娘がコートを着た男性2人についていっているような描写があるんですね。もちろんこれはただの説なんですけど、実はこの男性2人映画の最初に夫婦が免れたパーティーに出席していた同じ2人ではないかという説があって、そう、この映画いろいろあったけど最終的に夫婦がこの娘、可愛い娘を秘密結社に生贄に捧げているんじゃないか、いたんじゃないかっていう考察がされているんです。そのね、削除されたかもしれないです。その核心の部分が隠されているっていうこと。また興味深いのが、主人公のトム・クルーズはサイエントロジーっていう宗教の熱狂的な信者でも知られているんですけど、実はキューブリックの娘のヴィヴィアン・キューブリックも95年に入信して、あるインタビューではスタンリー・キューブリックの妻クリスティアは娘をサイエントロジーによって失ったとも言っているので、映画の最後のシーンではそういった意味でもまたね、この社会の上納システム的にも娘を失った、娘を生贄にやってしまったっていうメッセージなのかもしれない。ただ本編から削除されてるかもしれない24分の重要なシーンがあるから本当何とも言えないんだけどね、その部分を見なきゃ。さらに興味深いのが、本作で描かれている仮面武道会に関しても撮影された館はイギリスに実際にあるメントモアタワーズという館で、実はこのメントモアタワーズ、ロスチャイルド家のために建設された別荘なんです。しかもジェームズとロスチャイルド男爵がこのメントモアタワーズに似せて同じ建築家に頼んで建設したのがフェリエール城という館で、フェリエール城では1972年に開催されたロスチャイルド家のシュールな武道会っていうのが有名なんですけど、ヨーロッパにおけるハイソサイエティ、貴族、ハリウッドスター、アーティスト、ミュージシャン、ファッションデザイナーたちの快楽主義の中心地で、時にはこんな奇妙な格好をしてパーティーが開催されたそうです。これね、どうやらドレスコード人食いだったらしいんですよ。冗談です。実際はブラックタイ&ロングドレスプラスシュルレアリスムな頭。シュルレアリスムはこのような芸術運動ですね。話を戻すと、カットされたシーンは何だったのか。キューブリックの作品の特徴として既存の権力や体制への批判というテーマが描かれていることが多くて、時計仕掛けのオレンジなんかもまさにそうなんです。なので今回そのターゲットとなったのは権力者の上納システムとい
いうのもアンネ系・ルーカスという女性は幼少期に母親によって人身売買され、6歳から11歳までの間ベルギーの小児性愛者ネットワークで性的虐待や拷問を受けたと証言してて、そのネットワークの中にはなんとデイビッド・ロックフェラーやカナダの第20、22代首相ピエール・トルドー、西ドイツ首相のケルト・ゲオルク・キージンガーなどが名指しで挙げられています。そう、もうこの事実は隠せないんですよ。もう間違いなくエリート層はこういったことをしているのはもう事実でどんどんめくれていってますし、どんどんこれからもめくれていくかと思います。そして今回の説とは直接的には関係ないのかもしれないけど、まあでも間接的には関係している。キューブリックの死は2001年宇宙の旅の2001年1月1日からちょうど666日前に当たる1999年3月7日に亡くなったという話があって、確かに日数を調べられるサイトで見てみるとちょうど666日前に当たるんです。だから何って思うかもしれないんだけど、キューブリックは悪魔崇拝的な儀式の負け添えになって殺されたのではないかと囁かれているんです。はい、皆さんが思っているよりこの世界の権力者エリートは醜くオカルティックで摩訶不思議な世界を生きているかもしれないです。っていうのもキューブリックはアイズワイドシャットの制作前にオカルト分野を研究していたという話があって、この本を参考にしていたという証拠が実際に残っているんです。ここからも分かる通り、彼はこの映画の中にオカルトを盛り込んだのは間違いないし、そしてね、この公開前に亡くなっちゃったのも事実です。そしてこの情能システムの暴露から日本のこのピラミッドが崩壊していって起きたのが2024年トランプが勝利し US エイドの暴露開始。今ここです。トランプ勝利で願いたマーク・ザッカーバーグがしれっとワクチンに関することでバイデン政権から削除要請を受けていたことを暴露して、めちゃくちゃ大事なことをね、彼ポッドキャストで述べてんだけど、これ全然テレビとか報道してないよね。アメリカや世界各地では美しくもこの腐敗した社会を破壊しようとして再生しようとしている。ある意味彼らにとっては期待ホープ。イーロン・マスクやトランプがまさにそうですよね。ただ日本ではその期待ホープが未だいないんですよ。ただこの社会が崩壊しているだけではその期待となる人が出てこない。なぜ日本のマスメディアは真実に触れることができないのか、その鍵となるのが US エイドの存在だったのかについてはがっつり、次週かな、がっつりこの US エイドの世界の陰謀については報じたいと思います。そしてこの混沌とした時代の中で僕もこのアベマさんからね、ちょっとねメスを入れるような番組をね始めることができたので、本当皆さんチェックしてみてください。フルバージョンはアベマで見れます。ぜひ登録してね。あなたが普段見ているニュースは本当に真実だろうか。簡単に言うとその、権力者が何かしらの、スキャンダルを出して、国民にとってはちょっと不利になるような政策を進めているっていう、その裏側には視点を変えるだけで見えてくるもう一つの世界があるかもしれない。でそのリストがもしかしたらトランプさんが公開するかもしれない。日本の島聞きましたね最近なんか。日本の島で影響力を持たすなよっていう指令のもとそういうタブーが生まれてるのか。報道してるって今回ってる開始10分でね。テキーラとかもそのウォッカとかの時代終わっても今ハブ酒なんですって。これ嘘です。見逃した防衛予算を上げるための。今話題のニュースを人気 YouTuber 直木マンと闇の論客たちが愛とロマンを持って読み解く都市伝説ワイドショー始まります。今回はこちらのニュースを真偽不明で噂されるさまざまな都市伝説を交えながら愛とロマンを持って読み解いていきます。真実か否か判断するのはあなたです。いや皆さんよろしくお願いします。いやいよいよねまさかこんな番組がアベマさんから始まるとはすごいですよね、ありえないことですよ。ありえないですか。はい。先生僕初めてで実はこういった番組をそうですよね。そうなんですよ、初めての番組がこんな攻めていいのかっていう。いやでもトランプに会ったらできますよさすがに。一応お墨付きをいただいたので。そうですよね、はい、じゃあ今日のメンバーまずご紹介しましょうか。そうですね。はい、ラランドのサーヤさんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。6対4ぐらいの割合で陰謀論者です。そしてジェネレーションズの白浜アランさんです。お願いします。よろしくお願いします。意外なのよな、ここが。そうなんです。僕直木マンさんのファンで、ありがとうございます。ライブの方にも本当プライベートで行かせてもらって、そしてグラビアアイドルの熊田曜子さんです。お願いします。です。よろしくお願いいたします。ダメだなと思うところはカットしてもらって。じゃああるんだ。そういうことがあるんだ。はい。さあそして話題のニュースを独自の目線で語る
闇の解説員の方々です。いやついに来ましたね。来ましたか。もうなんか A 面と B 面が世の中あると思うんですけど、B 面の時代すぎて、で直木マンさんの有明アリーナのイベント出させてもらって、去年そのなんか熱狂ぶり、本当に有名人とかがプライベートで来てたり、チケット取れないっていろんな人が言ってたりで、あそこでもう時代変わってんなって思ったらアベマがまさかこれをやるっていうので、なんかもう B 面の方が強くなってきてる気がします。そういった面白い時代なので、その今のマスメディアっていうか、この流れにちょっと風穴を開けてやろうと、そういった気持ちでね、今回1回目始まりますので。それではこちらのニュースに関する直木マンさんと闇の解説員の見解を見てみましょう。では皆さんフリップお願いします。ほうほうほう。さあ、ホットすぎますねちょっと。そうですね。今回の一連の騒動に対してテレビでは決して報じられない直木マンと闇の解説員の見解がこちら。これ選んでいいのかっていう。いや本当にそう。さやさん何か気になるもの気になるやつ言っていいですか？ありますか？いやこのまずちょっとスピン報道、そうですね。馴染みがちょっとないワードではあるんですけど、基礎知識として。はい。このスピン報道って皆さん聞いたことあります？はい。聞いたことだけ。あります。さすがですね。まあ簡単に言うとその権力者が何かしらのスキャンダルであり、事件でありを出して、でそのタイミングで同時期に裏ではその国民にとってはちょっと不利になるような政策を進めているっていう。聞きますよね。はい、ありますよね。ありますあります。特になんか芸能のそのやっぱ大スキャンダルが出ると裏では何かが動いてるっていうのは僕も聞いたことがあって。こういう報道がされてる裏でちなみにどういうのが通ってるとかって。そうなんですよ。今回のこの中井さんとフジテレビの問題はあまりにもことが大きすぎたので、直接的関係あるのかどうかってところではあるんですけど、ただその裏では実はあまり知られていない65人の裏金議員の方々っていたじゃないですか。すごい話題になりましたけど、あの事件が皆さん不起訴になったり、あと国際的なことまで言っちゃうと中国人のビザが10年に延びたりと、そういったのもみんな知らないところで本当に出てないですね。そうなんですよ。進められてて、こういったことって結構頻繁にあるのかなってね。深田さんその辺詳しいかと思うんですけど。そうですね。なんかスピンって結構出てくるんですけど、まだまだ闇があって、政治家が芸能事務所から顧問料とかもらってるんですよね。今回の事件も今ターゲットになっているフジテレビってかなり近い関係にあるんですよ。そういうことを考えると共に狙われてるんじゃないかなと。そっちか。共に狙われてるんじゃないかなと。そっちか。めちゃくちゃすごい話してるんですよ。番組開始10分で。めっちゃ楽屋で聞くやつだと報道してるっていうのは回ってるんですよ。熊田さんどうですかね、この今回の報道を見て。今回の報道、私も長くフジテレビさんにお世話になってましたけど、一度も私自身は誘われたことなかったので。これ嘘です。切り込んでいきどっましたね。ちが陰謀なんだ。一度も私自身は誘われたことなかったので。これ嘘です。こんなに分かりやすい嘘を。本当にそういう私は誘われたこと一回もないです本当に。はい、みんなニヤニヤしだしましたけど。進めてください。これはもう社内恋愛だっていうふうに思うようにしてるんですけど、すごいガッツがある女の子がまだ新人だけどすごいいい番組の MC の横に最初からいたりすると、実はその MC の人のお気に入りでちょっと恋仲になってるとか見聞きしたことあります。そうです。もう職場恋愛なんだなっていうふうに。みんな人間で好みがあるから多少は偏っちゃうっていうのはね。でもそこがきちんと結婚したらね、ハッピーな感じで。結婚までしたらなんかこういいですよね。納得感はありますけど。
怪しいですよね。怪しいですよねでまとめないでくださいよ。まあまあ大きな括りで言っちゃいますと、この性的な情能システムであり、こういったものってもう世界的にやっぱあって、だから今 P ディディがはいそうなんですすごいまさにそうですよね。ラッパーで有名な P ディディが同じようなことをしてて、その彼のね豪邸に誰が行ってたのか、リストがね。そうでそのリストがもしかしたらトランプさんが公開するかもしれないっていう言われてて、ここからは日本でもささやかれる性的ビジネスの闇について都市伝説的な視点で考察。でもそれでいうと日本でも大昔にあってプチエンジェル事件、はいはいしてます。プチエンジェル事件っていうのは、女性たちが監禁されて、犯人は彼はっていう形を取るんですけど、蓋を開くとその彼はプチエンジェルっていうデートクラブを運営してて、でそこに通っていた人たちがであり、そういったちょっとここでも言えないぐらいの方々がいたんじゃないかっていう、あれってね、三上さんその辺詳しいですか？全く誰がいるのかとか出てないですよね。一応法案とか知ってるよそれ。あ、知ってるんですか？あとあれよっていうか国内だけじゃなくて、例えばどこぞの国の大統領がお忍びでね日本来て、どこぞの女優さんを指名してっていうと話もね聞いたことあるよ。どこぞの島にさえ。島で？日本の島聞きましたね最近なんか。ちょっとそれ気になる。日本の島聞きましたね最近なんか。ちょっとそれ気になる。ラジオのスタッフさんに聞いたんですよ。日本のとある島はその本当にみたいな使われ方してるんじゃないかという。そんなね、日本って狭いっていうか小さいじゃないですか。すぐ探せそうですけど。いやでも意外と無人島みたいなの多いですからね。点々とはしてますけどね。本当そうですね。冒険少年が行かない限りは。暴れる君大暴れ。そういったのも面白そうですね。やっぱ週末といえば2025年7月ってあるじゃないですか。いろいろ言われてますけど、今日ちょっと紹介するのはまたちょっと別のものなんですけど。別のがあるんですか？はい、ここ1ヶ月ぐらいに大きな注目を集めた隕石。去年の暮れ27日ぐらいに NASA が新たな隕石を発見しまして、その隕石がもしかして地球に衝突するかもしれないって言われたのが2032年、自然栽培で有名な木村明則さんっていうリンゴの人だ。はい、リンゴの。はいはい。彼が宇宙船に乗って宇宙人に話を聞いたら、カレンダーといいますか石板があったんですよ宇宙船に。絶対に不可能とされていた無農薬栽培奇跡のリンゴで有名になった木村明則さん。そんな彼が都市伝説界隈で一躍時の人となった出来事、それは宇宙人に誘拐され人体実験をされる通称アブダクション。彼が40歳の頃、夜中に突然目が覚めると、そこには2体の宇宙人が。木村さんは光に包まれたかと思うと、気づいた時には UFO に。そこで案内されたのが巨大な石板が何枚も並んだ不思議な船内だったという。でその石板を数えたら2032枚あったんですよ。でこれが何なのかと聞いたらもうここまで行ったらもう地球はおしまいですよっていう年数だって言われたらしいんですよ。ってなった時にこの隕石、あれちょっと2032年だし、しかも木村さんも言ってるんですよ。青い星がやってきてとんでもない被害が地球に訪れるよっていうのを言ってるので、ちょっと週末に近づいたんじゃないかっていう、話があって。一回ロシア落ちましたよね、何年か前。2013年でチェラビンスクのそれがだから15メーターぐらいだったんですよね、その直径。しかもあれ空中で確か爆発して威力だったんですよ。本当に隕石ではあったんですか？本当に隕石ではあったんですか？もしかしたらアメリカ政府が情報を出してを上げるための言い訳かもしれないですよね。なんだその視点。すごい確かに。